今回は徒歩キャンプで愛知県の女性専用キャンプ場の知多ブルーベリーキャンプ場に来ました。設営をしてお昼ご飯をいっぱい食べてのんびりと過ごしています。こんばんは、まるみです。今ソロキャンプに来たんですが寒くて本当は焚き火したいんですけど、風がね地味に吹いてるんですよね。時々突風が吹いて、あとね1時間ぐらいすれば風速がだいぶ収まるみたいなので、ちょっとね焚き火じゃなくてヒーターアタッチメントで暖を取ろうと思います。寒い。気温はねそんなに寒くないと思うんだけど、風が結構ひどくて、さっき外で椅子に座ってぼーっとしてたら体が完全に冷えちゃって、なのでちょっとヒーターアタッチメントでぬくぬくして温まってから、風がね収まったら焚き火しようと思います。あったかい。ちょっと待って、ガス節約。これでいや無理か。風防が焚き火のとこだからテーブルを風防代わりにしてます。あったかいじゃん。生き返る。徒歩キャンプだと薪ストーブは頑張れば持ってこれるけど、石油ストーブはね持ってこれないから、こういうねヒーターアタッチメントとかで暖が取れるとほんと幸せ。やっぱ焚き火だと風が強すぎたりとか、うまく着火できなかったりで暖が取れない時があるんで、こういうので生き返ります。昼間のね焚き火した時の燃えかすがあるので、これをベースに焚き火を始めます。風がねちょっと減ってきたんだけど、ここが高台だからやっぱり風がねちょこちょこありますね。なんであんま火を大きくせずに小さめにして楽しみます。着火剤でサクッと。よいしょ。風が出てきちゃった。やめて。よし、これで放置して、こういうのはねいじくり倒すと鎮火するんで、このまま放置します。と言いつついじくりたくなるのが佐賀。控えめの火にしたかったのにゴリゴリにつきましたね。なので今から夕飯を作ります。今日の夕飯はアヒージョ。もう王道ですね。もう材料を切ってオリーブオイルと一緒にぶち込んで焼くそういう簡単料理でいいのよ。外で食べれば十分美味しいからさ。じゃあ早速作ります。素を入れて、もういい香りオリーブオイル大さじ4、噛んでいきます。多分こんぐらいで大さじ1、2、3、4、サービスで混ぜて、トマト、つまみ食い、ウインナー切って入れます。あとねブロッコリー持ってきたはずがね忘れたっぽいショック。この後にね火が入ってから秘密兵器2つ入れます。やばい、もう鎮火しそう。薪が細いから
すごい燃える分すぐ火なくなっちゃう。こんだけ薪が細いんだったらあれがいいな、ウッドストーブとかで楽しみたいな。次ここ来るときウッドストーブ持ってこよう。こうどん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 入れて火を楽しみたい。よいしょ。穴はどこだい？穴はどこだい？ちょっと怖いんだけど、そんなバチバチならないで。さらに網を置いてブロッコリー忘れたからすっかすかなんだけどバケットだけはね6、7枚持ってきたから絶対バケットと量合わないよねこれじゃ。まあいっか、バケットだけ食べれば。もらった玉ねぎ入れ忘れてた。せっかくだし入れよう。危ない危ない、落ちないで、下砂だから。よいしょ。新玉だからね、生でもいけるから軽く火が入れば OK。 玉ねぎ急げ急げ急げ。ちょっと火力落ちないでよ。どうしよう。私何年これ同じことやってるんだろう。よし、これでいいかな。よし、じゃあちょっとこの辺りを開けて、じゃん、卵。あ、ちょっとオリーブオイル飛んだ。あれ、思ったより温度が低かった。ちょっと思ったより温度低かった。こっち側ショック。リュウジのバズレシピでアヒージョの卵入れるやつめちゃくちゃ美味しそうで真似してみたのに、温度低すぎて卵がなんか本当はもう入れた瞬間からジュワジュワってなるはずだったのに、ちょっとグツグツしてよ卵。なんか揚げ卵みたいになる予定だったのに。怖い怖い怖い。ちょっと肝心な卵のとこに火が当たってないじゃない。よいしょ。なんか卵無理やり裏返したりしたらぐちゃぐちゃになっちゃったよし、最後の仕上げ、チーズ。昼間に作ったピザの余りのチーズ、なんとなくアヒージョにカマンベールチーズ入れると美味しいから入れてみたら美味しいかなと思って入れたけど、どうだろう実際は。まあまあ食材的に合わないことはないと思う。 OK。 よし、一旦は OK 下げよう。あちょっとアルミホイル。はいはいはい、パンバケット、よいしょ。はいはいはい、とりあえず4つ OK。 お、いい感じいい感じ。この辺は全然だな。火力の強い弱いで全然焼き方が違う。ちょっとずつ焼けてきた。いいねいいね。ちょっとこれ気ぃつけないと焦げるから。この子もう OK。 穴開いちゃった。この子も OK。 ちょっと待って炭用のトング使っとった。もういいわ、使ったろ。よし OK、 合格。ちょっと待って。はい、おしまい。できました。今日の夕飯は謎のアヒージョとバケットです。ちょっとアヒージョの見た目悪いな。でも味はねきっと美味しいはず自分でも見た目悪すぎて笑った。
いただきます。一応ね、今ねちょっと冷めてたから軽く温め直したんだけど、よいしょ。あ、でもこれチーズ好きには絶対たまらないと思う。ちょっとウインナーが落ちてった。ショック。もう砂の上はすくえない。いただきます。めちゃくちゃ美味しいよこれ。どうしよう。いやどうしようもないんだけど別に。ちょっとビジュアルをね超える美味しさ。見た目じゃなく中身で勝負だ。美味しい、本当に美味しい。ちょっと欲張りすぎたわ。これはねジャンク好きな人に本当おすすめ。ただ貴重なねウインナー1本のうちウインナーの5分の1を落としたのがショック。そう滑りやすいからね食べるとき気をつけて。美味しい。本当はアヒージョに合わせてホットワインの準備持ってきたんだけど、もうちょっと作るのがめんどくさいのでほらやい。ではお疲れ様。ジュースめっちゃ美味しい。そういえば卵、なんか普通の卵焼きみたいになっちゃった。なんかリュウジのやつだともっとさ、でもなんか黄身がとろーんとしてて、美味しそう美味しそう。オッケーオッケー。でもちょっとだいぶね火入っちゃってるわ。半熟ぐらい。いただきます。卵。この感想は卵。いや美味しいんだけどアヒージョっていうか卵って感じ。まあ美味しいです。卵大好きだし。オッケーオッケー。ごちそうさまでした。もうねペロッと食べました。めっちゃ美味しかった。じゃあもうご飯食べたので今から焚き火をのんびりいじくりながら時間を溶かします。ついね焚き火見てぼーっとして時間ね過ぎちゃうんだよね。でもそれがねキャンプの幸せな時間。よいしょ。赤ワイン、フルーツミックス。よいしょ。沸騰しない程度に温めます。やばい、ぼーっとしてる間に沸騰しちゃった。アルコール飛んじゃう。コントかよ。沸騰させないようにって言った直後に沸騰させて。今ちょうどねカメラの充電切れたから電池を入れ替えてたらその間に沸騰しちゃった。アルコール足しとこう。 OK。 いただきます。あったまる。でもアルコールは多分ほぼない。ホットサングリア風ジュースみたいな感じです。やん。ホットワインには合わなそうなおつまみたち。まあ自分のね好きなもの持ってきただけだからしょうがない。テント内でちょっとまったりして温まってから寝ます。
ヒーターアタッチメントの上でもちゃんとお湯が沸きました。蜂蜜紅茶。あ、ちょっと待って、危ない、燃えそう。体を温めてから寝ます。今ヒーターアタッチメントつけたら室温がね、さっきまで6度ぐらいだったから5度近く上がりましたね。すごい、こんなちっちゃいのに意外と頑張ってくれてる。ちょっとガスがねなくなったら明日朝ごはんできないのでここらでやめてそろそろ寝ます。ではね、もういい時間なのでそろそろ寝ます。もうね眠くて目がねあんま開かなくなってきた。今回ね、とりあえずすごい楽しかったけど、今ねあんな食べたねもうお腹減り始めたので、朝起きてからの朝食を楽しみに寝ます。ではおやすみなさーい。おはようございます。若干雨が降ってますね。一応天気予報だと撤収後に降る予定なのに、やだな、雨撤収。時間かかるので急いでおきます。マットは乗ったまま空気を抜くと一気に抜けます。なんか一種のアトラクションみたい。結構降ってる。朝ごはん作ります。本当は綺麗に形作ろうと思ったのになんかめんどくさくなっちゃって結局ぐちゃぐちゃになっちゃった。ボロボロだけど。スプーンで混ぜたかったのにスプーンどっか行っちゃった。すぐなくすんだよね。どこ行っちゃうんだろういつも。でお水入れて、オッケー。よし。弱火でコトコト焼きます。ちょっと待って、焦げ臭い匂いする。うわ、絶対これ焦げた、臭いもん。上は焼けてるっぽいな。どうしような。よいしょ。ひっくり返そう。これで超弱火で焼きます。もういい気がする。明らかに焦げてるけど、まあまあまあ、これぐらいね、誤差の範囲じゃないかな。あ、柔らかい。どうしようかな。
くっついちゃった。危ない、落ちる。やばい、クッキングシートが張り付いちゃった。もったいないけど焦げたとこだけ捨てて中を食べます。やっぱ固形燃料でやった方がうまくできるね。朝は手抜きまあ基本いつも手抜き。今日の朝ごはんはカフェオレとメスティンホットケーキになる予定だったものです。あ、こっちも焦げてるね、裏っ側。いや、メープルシロップこのままでもね十分甘くて美味しいんだけど、どうせならいやー、いただきます。これはやばい、いろんな意味で。ただね、スプーンどっか行ったから素手で食べるしかなくて、焦げてないとこめちゃくちゃ美味しい。この後ね、びしょ濡れになりながら片付けるっていう最大のね難関が待ってるから、今は自分を甘やかします。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。よく考えたらだってホットケーキ3枚分だもんね、1袋って。いっぱい食べました。ということでエネルギーをチャージしたので、今から地獄の片付け撤収に入ります。雨撤収久々だけど嫌だな。徒歩キャンだし特に嫌だな。頑張りたくないから連泊したいけど、嫌だな。徒歩キャンあるあるなんだけど、こんだけ汚れてもう家でしか洗えない中にそんな汚れてないものをパッキングで入れるのが本当にストレス。でも入れないと荷物が膨れちゃうから、やだやだ。なかなか気合が入らず撤収が頑張れない。頑張りますか。昨日のうちにね、焚き火台片付けておいてほんとよかったです。外に出てるのね、これだけだからめっちゃ被害少なく済んでほんとよかった。今奇跡的に雨止んでる。ちょっと今のうちに急いで片します。タオル持ってきて正解だった。よし、10時ちょうどにチェックアウトします。で自分でね、何を借りたかとかここに書きます。薪なので、今回私は平日なのでキャンプの2000円と薪の合計3000円です。今まさかのちょっと駅名なんて読むかわかんないけど、ここまで
キャンプ場の方に車で送ってもらえて、結構ね毎回かは分かんないけど徒歩キャンの方ねそうやってご厚意で駅まで送ってくれたりしてくれてるみたいです。ちょうど今から出るからって言ってたから、多分タイミングがあったので送ってもらえたと思うんですけど、で今回来た駅は行きに来た駅よりちょっとキャンプ場から離れてるんだけど、代わりにね急行が止まるので名古屋まではねここから急行でピュッと帰れるみたいです。いやすごいね暖かいキャンプ場でした。今回、ご飯はねなんか見た目まずそうだったり焦げたりといろいろやったんですけど、やっぱり女性専用で柵でね囲われてるキャンプ場だったからすごい安心感でもう爆睡ですね。で今日午後から雨予報で朝降ってたんですけど、ちょうど撤収の時間に雨が止んだりと結構ラッキーが多くて、いや楽しかったです。またね来ますというかもう絶対リピーターになります。多分うちから一番近いかどうかわかんないけど、うちから徒歩キャンプで一番アクセスいい場所だと思うので、なんでねまた絶対に行きます。なんで女性のソロキャンパーさんとか女性でねソロでキャンプしてみたいけどちょっとどこ行こうってビビってる方におすすめです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムとTikTok もやってるよ。